機動戦士ガンダムユニコーン世代の傑作量産型モビルスーツ HGUC ギラズールをシャア専用機にディテールアップ全塗装していくというわけで、今宵はこのガンプラをレッツクラフティンユニコーン。どうもこんにちは、クラフタです。今回ご紹介するのはこちらのキット、完璧な量産型モビルスーツハイグレードギラズールです。パッケージを見てください。はい、もうかっこいい、完璧ですね。箱の大きさは至って普通。側面見てみましょう。どうですか、この抜群のプロポーション。そしてミリタリー感あふれるいでたち。背中のシツルムファースト渋すぎ。全長は20メートルということで、やはりユニコーン世代なんでちょっと大きめ。反対側にはこちらにも写真が載ってますが、頭部ヘルメットはこのアンテナありとなしの2タイプから選べるみたいですね。そしてもちろん激渋のエングレービング加工。では開けていきましょう。オープン。はい、結構詰まってますね。ランナーの袋は4袋。では袋を開けてランナーを取り出していきましょう。ミリタリー感あふれる成型色。ランナーを机の上に並べてみました。全体の分量はこんな感じ。全部で7枚ですね。ポリキャップを除く。ではパーツの小獣とチェックいきましょう。こちら色プラの A ランナー。クリアエフェクトパーツがありますね。こちらはビームフォークのパーツ。これは UV でビコーン光るタイプ。そして全身の動力パイプはブラウンですね。メインの成型色はダークグリーン系。足の裏には肉抜き穴なしと、バーには4つもあるんですね。胸部のディテールですけど、うわ、めっちゃ細かい。そしてもう一つの成型色はこのサイドの薄いグリーンですね。脚部パーツこんな感じですが、これはがっつり合わせ目が入るタイプか。この辺の構造はね、ギラ動画を踏襲してるんでしょうか。もう一つはこちらのランナー。ショルダーのシールドは内張りありと。もうほんとこれはザク系ですね。そしてスパイクなしのショルダーアーマー。頭部ヘルメットはご覧のように2タイプ入ってますね。こちらがアンテナ付きのやつ。こちらがなしのやつ。フレームのパーツは少しだけ。膝関節とか足首関節でしょうね。そして武装が渋すぎる。まずこのビームマシンガン。実銃みたいなデザインしてます。そしてこの RPG のようなね、シツルムファースト。命中精度向上のためにこういったグリップとかスコープが付いているらしい。ビームマシンガンのマガジンも渋すぎ。あとはホイールシールが1枚付属してますが、これ見てください。全身のアポジモーターでしょうかね。これだけ塗り分けるパーツがあるということです。この円形の塗り分け結構難しいかもしれないですね。あとはエングレービング。説明書がこちら。どうですか、このスタイル。かなりスマートですよね。中身は片面フルカラーで片面白黒。フルカラーのページに各種解説が載ってますが、やっぱりね、足が長くてね、スマートなんですよね。こちらに逆シャア世代のギラ動画の写真載ってますけど、やはりね、太さが全然違う。ギラズールは非常にスマートになってる。はい、組み立て解説ページは白黒ですが、パーツリストはポリキャップ以外の余剰パーツはなしと。そして裏表紙。再度写真が載ってますね。カラーガイドは全部で11色。お、11色。使うなぁ、色。とはいえ、もうザク系のモビルスーツはクラフター大好物ですから楽しみです。それでは早速作っていく。まずは先細スパニッパーでパーツを切り出しましょう。さすがにね、この世代のプラスチックは結構発火しちゃうんじゃないかと予想したりしてますが、どうでしょうか。やってみよう。シャキン。アルティメットニッパーでゲートを2度切り。パーツに刃を添えてカット。お、ちょっと待ってください。それほど発火しませんね。結構太めのゲートなんですけどね。おお、思ったほどではないですね。全然許容範囲。では一旦仮組みしてみましょう。まずはボディから肩関節。背中のパーツに首フレームを取り付けて、ここで閉じます。次にウエストですね。こちらをはめて前で閉じる。胸部アーマー。襟をつけて、こういうのがかっこいいですよね、袖付きは。そして首周り。ウエストの動力パイプ。バックパックには合計6機バーニアがつきます。下側にも2発。これを背面に取り付けと。はい、これでボディの完成ですね。やはりここを塗らないとちょっと何のモビルスーツかよくわからない。続いて頭部。頭部の動力パイプをはめてモノアイ。ヘルメットは2種類から今回はこちらにしておきましょうか。ヘルメットをかぶせる。そして先端を止めます。このガスマスクみたいなやつがいいですね。はい、これで頭部の完成。このモノアイの下の部分はこうギザギザになってるんですね。続いては腕です。こちら上腕ですね。色違いのパーツを中に差し込んでポリキャップ。肩関節で留めます。この辺に色違いのパーツがあるのが非常に細かい。そして前腕。ここも色違いのパーツをはめて肘関節ですね。これを取り付け前腕を閉じます。さらにエングレービングを袖部分に取り付けるとむちゃくちゃかっこいい。先ほどの上腕とドッキング。マニピュレーターをはめて
ショルダーアーマーを取り付けますが、これ後はめができるんじゃないですかね。ひょっとすると一旦ここで組み立てておいて合わせ目を消しますよね。その後でこれカチャッとはまりますね。すごい、バンダイさん後はめ加工をすでに施してくれている。しかもこのかっこいい腕ですよ。指南樹みたいですよね。合わせ目もパネルラインになっていて出ない構造になってますね。関節可動はまあ比較的曲がらない方ですね。いやでもこれだけ見た目が良ければそんなの関係ないです。ちなみに右腕の方はこちらをつけてシールドを組み立て、これを取り付けます。はい、両腕こんな感じですね。続いては足です。足の裏をはめて、足の甲もはめて、関節部分を取り付けて、いや造形がかっこよすぎでしょう。次にすねですね。足首関節と膝のポリキャップをつけて、これで閉じます。ちなみにこの真ん中の丸は別パーツになってますね。合わせ目なんですが、ここは段落ちですね。ここ合わせ目。ここがズバッと合わせ目ですが、これね、足首関節はこの状態で取れますし、ここで合わせ目を消してしまえば、マスキングで塗り分けする必要も後はめする必要もないと。ここも完璧じゃないですか、バンダイさん。合わせ目があってもね、消しやすいと非常に助かります。すね部分のアーマー、膝横には動力パイプ。この辺もね、芸が細かい。足先を取り付けて、すね部分完成と。デザインがかっこいい。そして膝関節。こちらを閉じて取り付けます。さらに、これが太ももですね。中にパーツを入れて、ブラウンのパーツがここから見えると。これで閉じます。ここもね、合わせ目。パネルライン。そしてここはバーニアを取り付けて、このプレートで合わせ目を消すと。さらに関節部分にはこちらのキャップ。はい、完璧な太もも出来上がり。あまりにも合わせ目が違和感がないので、ここはちょっと C 面を作りたいぐらいですね。そして太ももをドッキングさせると。はい、足の完成です。いいですね。こんなところにバーニアがついてるなんて。膝関節は二重なんで、まあこれぐらい曲がります。続いてはスカート部分。リアスカートを取り付けて、股関節はボールジョイント。これをはめます。フロントスカート。はめて、下げておく。そしてサイドスカートと。ここにはウェポンマウントがつくんですが、一応こんな感じで蓋も用意されてます。そしてここには動力パイプがつくと。はい、こんな感じですね。これでスカート部分の完成です。最後にウェポン系、ビームマシンガンはモナカ。さすがに合わせ目は出る構造になってます。そしてこのピストル状のグレネードっぽい何かをここにはめます。かっこよ。こういうのですよね。説明書読んだらこれはグレネードでした。そしてシュツルムファウストもモナカ。スコープを取り付けておく。ここにもしっかり合わせ目が出ますんで、合わせ目消しマニアの方も楽しめます。あとはね、この腰用のマウント。これがビームホーク。そしてハンドグレネード。ギラ動画の時のようにウェポンがポロポロ落ちたりはしません。めちゃくちゃしっかりくっついてる。はい、ギラズルスグミの完成です。全体のパーツ量はこんな感じ。いや、ウェポン豊富やな。じゃあちょっと組み立ててみましょう。足を取り付けて、股関節がだいぶ下の方についてるんですね。なので、やけに足が長く見える。これはスタイルいいですね。まあ往年のザクファンだったらもうちょっと足短くてもいいんじゃないのと言いそうですけど、ユニコーン世代に合わせて作られてますからね。そして上半身は腕を差し込んで、はい、上半身の完成です。腕めちゃくちゃかっこいいです。これは100点の腕ですね。では上半身と下半身をドッキング。ガシャコーン。はい、素晴らしい。美しいプロポーションです。ウェポンマウントをつけましょう。ここを外してマウントを差し込みます。ここにシュツルムファウストがこうはまるわけです。さらにスカートにマガジンをこんな感じで取り付けてビームマシンガンを持たせます。最後に頭部を取り付けジャキーン。これでハイグレードギラズールの完成。HGUC ギラズールスグミの完成です。いかがですか？このミリタリー感あふれるプロポーション。めちゃくちゃかっこいいですね。今回はこれをどうするか迷いに迷った挙句、シャア専用機にしたいと思います。ありきたりといえばありきたりなんですが、赤いの見たいでしょ。じゃあまず一旦バラして合わせ目消しからやっていきましょうか。まずはショルダーアーマーミスターセメントスーパーパワーで合わせ目を消していきましょう。はい、むぎゅ。あとは脚部ですね。このすね部分、そして裏側もむぎゅっと。そして武装類シュツルムファウストもですね。シュツルムファウストはちょっと流し込むのが大変。はい、続いて今回はプラバンを使って若干ディテールを追加してみましょうか。この辺は本当かなり適当なんですけども、
何もないより何かあった方がいいかなと。こんな感じ。さらにシャープペンシルでディテールを適当に描いて、さらにこうやってこうしてこの先端とこの先端をつないでタガネで線を引くと。さらに軽くえぐったところをちゃちゃっと整えて、この辺に穴をくるくるっとつけて縁を軽く整えて、はい、ざっくりこんな感じですね。何もしてないやつはこんな感じ。こんな感じでかなり簡単にできるディテールアップだけやっていきたいと思います。さらにすね部分にもプラ棒をちょっと貼り付けて、何かしらやってる感を出していきます。あとはこのプラ棒の先端から適当にラインを引いてパーツの縁でつなげます。これをちょこちょこっと彫り直して、さもパネルラインがあるかのように見せていくと。この辺にはいつものマイナスモールドを入れておきましょう。えぐり取る。そして綺麗に墨入れを入れるために、この辺のモールドは彫り直しておくと。はい、こちら腕なんですが、前腕をご覧ください。円形のアポジモーターが3つついてますが、非常にエッジがダルダルです。このまま円形マスキングで塗り分けてもいいんですが、今回は別パーツを装着したいということで、ピンバイスで穴を開けていきます。まずは細いやつから順々に太くしていく。最終的には直径 2mm の穴を開けます。結構慎重に回していかないと穴の位置がずれちゃうんですよね。はい、こんな感じで穴が開きましたが、2mm って結構ギリギリだな。そして穴のエッジはこのように整えておく。今回使うのはウェーブさんの別パーツ。1mm ごとにサイズが分かれているので 2mm のやつを使います。はい、こちらですね。めちゃくちゃ小さい。実際これをつけるとどうなるかと言いますと、ここに差し込んでみましょう。はい、ご覧の通り、明らかに質感が違います。しかも塗り分けも簡単になる。一石二鳥です。問題はこの真ん中のやつ。これサイズがちょっと大きいんですよね。ここは 2.5mm になります。とりあえず 2.5mm の穴を開けて縁を整えますが、 2.5mm のパーツがないんですよね。なのでランナーの棒の部分を切り出します。これがちょうど 2.5mm。差し込んでみるとちょうどいい。これを使ってアポジモーターを自作したいと思います。まずはランナーのセンターに印をつけます。これが大事。そこを起点にスピンモールドで穴を開けます。そして穴の縁を整えます。この整えるのやってるのとやってないのじゃ全然見栄え違いますからね。そしてこちらの半分自作のジグを使ってランナーの角を落としていきます。そうするとこんな感じでそれっぽいパーツが完成しました。どんな感じか差し込んでみましょう。こうなりました。ビフォーアフター比較すると全然違いますね。パーツを付け替えた方は立体感がかなり出ている。しかも色分けしやすいと。同じような箇所が結構あるんですよね。これはフロントスカート。ここにも差し込んでみて、こうなります。おー、いいですね。胸部にもあるんですよね。ここにも差し込んでみましょう。はい、どうでしょう。やっぱ全然違うな。ちなみにここにカラビナみたいなディテールがあったんですけど、そこは削り落としました。こちらの方がすっきりしてますね。はい、そして説明が長くなるんでもうはしょりますけれども、いろんなところにプラバーをね、ちょこちょこと貼り付けて、ディテールを追加して、あとは筋彫りやリベットモールドもちょっと追加して、こんな感じでいこうと思います。お待ちかねのヤスリがけですね。待ってないか誰も。このラウンドしているパーツはやはりスポンジヤスリが一番削りやすい。ちゃんと合わせ目が消えてくれるといいんですけどね。ここは目立つ箇所ですからね。スネパーツのヤスリがけ、こんな感じで終わりました。合わせ目がしっかり消えているかどうかはサーフェーサーを吹いてみるまでわからない。ということでサーフェーサー&塗装をやっていきましょう。まずはサーフェーサーを塗っていきましょう。塗っていきますが、このすねのね、合わせ目がしっかり消えてくれてると非常に嬉しいんですが、後ろ側も行ってみましょう。ここにも合わせ目ありますからね。仕上がりはこんな感じ。おお、しっかりと合わせ目消えてくれてますね。続いてはショルダーアーマーです。ここにも合わせ目がありますからね。仕上がりはこうなってます。合わせ目バッチリ消えてるじゃないですか。あと筋彫りを入れたりプラ板を追加したパーツがね、どんな感じになるのかちょっと気になりますけれども、こちらのパーツ、サーフェーサーを塗ると細部がしっかりと見えて、ミスったところなんかが分かりやすい。ここは大丈夫そう。ヘルメット部分はこんな感じ。色をつけていきましょう。今回使うのはこの2色、 MS シャーレットと MS シャーピンク。シャー専用カラーといえばこれでしょう。まずはシャーピンクを塗っていきます。意外と塗ってる時はこの色薄いな、大丈夫かなって感じになるんですけど、実際に塗り終わってみると、あ、ファースト世代のシャーだわって感じになるんですよね。
はい、できました。こんな色味ですね。薄いような気がしますが、これでいいんです。続いてはシャーレッド。こちらのパーツは下地にブラックのサーフェイサーを使ってるんで、ちょっと塗り重ねないと発色しないかもですね。シャーレッド、こんな感じの色味です。続いてフレームにはこちらのフレームメタリック2を使います。バーニアなど円形のパーツをこのメタリックで塗ると非常に光り輝くんですよね。もう本当の金属にしか見えなくなってくる。膝関節、ここもね円形なんで非常にメタリックが映えます。美しい。そしてエングレービング部分、ここはまず全体をホワイトに塗装します。次にこちらのエナメル塗料フラットブラック、これを上から塗っていく。エナメル塗料のエアブラシ塗装難しいんですよね。まずエナメル塗料の希釈が難しい。薄めすぎると全然パーツに定着しなくなる。ここは結構神経を使います。丁寧に塗っていく。乾燥させた後、エナメル溶剤で紋章部分を拭き取っていく。これがまためちゃくちゃ神経を使うんですよね。ちょっとでも失敗したらやり直しですから。はい、皆さん全集中の呼吸で仕上げましたよ。こんな感じです。かっこいいですね。塗装が終わりましたんで墨入れしていきます。エナメル塗料ダークグレー、まずはよーく振ります。そしてパーツに流し込んでいく。プラ板の境界線にも筋彫りを入れてますんで、このように墨がきれいに流れます。いやー気持ちいいですね。このラインが太くなってる部分は後で筆塗りをした方がいいですね。塗料が乾いたらエナメル溶剤で拭き取っていきます。この工程も実に楽しい作業の一つ。ほんとエナメル塗料ってすごいですよね。なんでこんなに溶剤で綺麗に落ちるのか。本当に全くもって謎です。ちょっとこの2つのパーツをはめてみましょう。おー、いいですね。ちょっと塗り分けが必要なパーツもありますね。ということでマスキング。ホワイトでさっと塗りましょう。バズーカもちょっとラインを追加しましょうか。でもよく考えたらホワイトのラインデカールを貼る方がはるかに簡単。一番の難敵がここですね。脚部の円形の部分。ここはマスキングも難しいし、ホワイトに筆塗りするのも難しそうだし、結構大きいのでパーツの交換もなかなか大変そう。ということで今回はマスキングで塗り分けてみました。塗り終わりましたんでマスキングテープを剥いでいきましょう。仕上がりはこんな感じですが、本当にここの部分塗装難しい。はい、こうなってます。あとは墨入れでなんとかごまかしましょう。ということで墨入れしていく。真ん中も。ハンドグレネードはこんな感じですね。マガジンもホワイトに塗り分け、真ん中に墨入れしていきます。シュツルムファウストは、はい、こんな感じ。各種センサー部分、付属のホイールシールを貼り付けました。ちょっと物足りないのでこちらの UV レジン。これを塗布して UV ライトで硬化させます。するとこのようにめちゃくちゃ光沢感のあるセンサーになります。100均のレジンおすすめです。ついでにビームマシンガンのセンサーもやっときましょう。あと当然物合い部分にもこのようにレジンを塗布して UV ライトを照射。物合いのセンサー完成です。ちょっと組み立ててみましょうか。物合いを取り付けてヘルメットをかぶせる。はい、頭部の完成です。おー、かっこいい。前腕のアポジモーターはこんな感じですね。パーツを付け替えることによって立体感が増しているような気がする。前腕を組み立てましょう。上腕を差し込む。はい、ある程度パーツを組み立てました。脚部のパーツ、こんな感じで仕上がってます。スカートはこう。ホワイトのアポジモーター、こちらも別パーツを付けている。しかし内側から覗くとちょっと見た目はあんまり良くない。デカールを貼っていきましょう。使うのはリアルグレードシャー専用ザクの水転写式デカール。使用するデカールをデザインナイフでカットしてこちらのスポンジの上に乗せて湿らせる。マークフィットハードタイプを使います。マークフィットを塗布してデカールを乗せる。水分をゆっくりと押し出します。ショルダーシールド、デカールを貼ってこんな感じに仕上がりました。デカールを貼って最後にエングレービングのパーツを取り付けていきます。押さえると。スプレータイプの水性艶消しトップコートを使ったんですが、水性の艶消しトップコートって発火しやすいんですよね。首元のパーツを取り付けますが、はい、ここ大失敗。擦れて塗装が剥げてしまいました。袖にもエングレービングを取り付けて、無事袖付きになりました。かっこいいなぁ。ハイグレードギラズールシャー専用機カラー完成です。では最終組み立てやっていきましょう。まずは足を取り付けます。はい、下半身の完成です。こうしてみるとね、シャー専用ザクに見えてきますよね。足長。
やはりプロポーションがいい。続いてボディに左腕を取り付け、右腕はビームマシンガンを持たせてボディにはめます。さらにショルダーのシールドを取り付ける。上半身の完成です。後ろはこんな感じ。エングレービングがやっぱりいいですね。ちょっとね、この襟の部分がめちゃくちゃ塗装が剥げちゃってるのが非常に悲しい。しっかりとラッカーでトップコートすべきでした。上半身と下半身をドッキング。ガシャコーン。おー、むちゃくちゃかっこいいっていうか質感が高い。このシャア専用ザクのデカールいいですね。今回は完全に艶消しではないんですが、かなりいつもと比べてマットな仕上がりに、艶消し風の仕上がりになってると思います。マット系カラーとこのシルバーメタリック、このコントラストがね、いい味出してますよね。バックパックを取り付けてウェポンマウントをはめます。これをつけるとリアスカートのアポジモーター全く見えなくなる。そしてここにシュツルムファーストをはめるとめちゃくちゃ重装備。フロントスカートのここに通常はマガジンがこうつくんですが、どうでしょう、つけといた方がいいでしょうか。いや、ここはあえて外しておきます。この方がシャア専用機っぽい。最後に頭部を取り付けジャキーン。これでハイグレードギラズールの完成です。クラフタチャンネル。HGUC ギラズールシャア専用機カラーの完成です。近くで見るとこんな感じですが、モノアイのレジンかなり存在感がアップします。バックショットはこうなってますが、バックショットがかっこいいモビルスーツは間違いなくいい。それではこの HGUC ギラズールシャア専用機カラーの魅力に迫っていきましょう。まずはビームマシンガンを構えてみる。非常にバランスが取れてますよね。全体のユニコーン世代のガンプラーやはりかなり進化している。ちなみにビームマシンガンはこんな感じで両手構えっぽく構えさせることも可能です。シャア専用カラーはやはりこのザク系の MS が似合いますね。陸戦系の武器ももちろん似合う。右手にハンドグレネード、左はビームホーク、実に勇ましい。それではジオン系の中で一番かっこいい武装と言っても過言ではないシュツルムファウストを持たせてみましょう。イメージとしては機動戦士ガンダム G オリジンでシャアザクが連邦のマゼラン級戦艦を落としているシーンみたいな感じですね。マッチョな感じがとてもいい。はい、というわけで今回はハイグレードギラズールをシャア専用機カラーにディテールアップ全塗装してみました。個人的見解ですが、ギラズールこの色めちゃくちゃ似合う。フルフロンタルの機体はかなり赤が強いですからね。このピンク系の塗装が新鮮味があって逆に非常にいいんじゃないかと思います。武装もモリモリに装備されてますからね。この辺もいいし、シャアの機体が袖付きだったらどんな感じになるのかっていうね、IF 設定も楽しめるんじゃないでしょうか。ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。